こんにちは、しょうこです。年間100泊以上するアラサー OL です。ホテルステイの様子をお届けしていきます。それでは、どうぞ。今回は、大浴場やプールもあるビジネスホテル、アパホテル&リゾート、横浜ベイタワーの紹介です。飲み会後、終電を逃すと利用しがちの私です。ホテルまでの行き方はこちら。詳細確認したい方は動画を止めてご確認ください。14時半頃、ホテルに到着いたしました。建物も豪華ですが、フロントもとても豪華ですよね。15時チェックイン。今回は2つの部屋を紹介いたします。まず1つ目のお部屋は26階の2632。それではルームツアーからスタート。こちらのお部屋はシングルルームになっていて、今回素泊まりで泊まりました。アパといえばこの狭さとこの壁紙ですよね。旅行で荷物が多いと広げる場所に困ると思うのですが、ベッドの下がちょうどキャリーケースを入れられるくらいの高さに設計されています。ベッドボードに時計と折り鶴が置いてありました。入り口にはオープンクローゼットがあります。オープンクローゼットの足元にはスリッパがあります。恒例のスリッパのふかふか具合チェックしていきたいと思います。意外と良さそう。なんかボディタオルみたいな素材です。厚さはね意外とある。悪くないんじゃないかなと思います。続いてベッド横にはテーブルがあります。除菌消臭スプレーと無料のお水2本、各種案内、電気ケトル、リモコン、メモ帳とペン、本、客室電話が置いてあります。机には有線 LAN ポートとコンセントが2口ありました。アパの社長が書かれたお水、ホテルの4階にあるコンビニでも売っていました。机の横には加湿機能付きの空気清浄機があります。机の横にある扉、こちら開けると水回りになっています。ユニットバスのタイプです。アメニティはすべてアパって書いてあります。部屋にも紙コップと粉末のお茶、パジャマがあったのですが、私何を忘れていたのか撮影し忘れたようです。すいません。こちらアパね、部屋にもあったけど紙コップがあります。アパってめっちゃ書いてある。こちらが歯ブラシセットです。開けていきます。歯磨き粉ちょっと大きくない？歯磨き粉ちょい大きめ。私アパの歯ブラシ結構好きなんです。この刃先？違う、毛先が結構尖ってて隅々まで割と磨きやすいんですよ。ヘアブラシです。これね2つに折れるタイプでコームとブラシになってます。櫛とブラシ一体型かつ2つに折り曲げられるから持ち運びに便利です。でこちらがコットンです。中には2枚入ってます。使い勝手が良さそうなヘアゴム。伸びはあんま良くないけど黒で使いやすそうですね。カミソリ、シェービングないんだね。見えるかな。4枚刃です。ボディタオル、これ結構肌触りいいボディタオルになってます。長さもあるので背中も洗いやすそうです。綿棒2本。あとはこちらがシャワーキャップです。普通のビニールのタイプになっています。スキンケアセットや子供用のアメニティはフロントにあるカゴから取ってくるスタイルです。リュースパ？アパとのコラボなのかな。中にはクレンジング、洗顔、化粧水、あと乳液が入ってます。ウォータープレッシャーチェック。水圧が気になる方なのでチェックしていきたいと思います。これでマックスです。まあ普通に悪くないって感じです。モード変更はないです。煙防ぐ。200以上宿泊される皆様へ、お客様へだった。清掃希望札もあります。部屋の清掃してくださいっていうカードを廊下側に貼らなかった場合、こういった袋でアメニティ類新しいものを置いてってくれます。ルームツアー最後となりましたが、部屋からの眺望を見ていきたいと思います。
今回実は眺望なしっていう部屋を予約したのですが、眺望ありの部屋に変えてくださいました。この部屋の眺望は普通ですかねちなみに別日にまた伺ったのですが、その際は観覧車側のこちらの景色でした。景色のいい部屋もあるみたいですね。ただ景色は選べないので運になるかなと思います。続いて2部屋目は23階の2329。こちらもルームツアーからどうぞ。こちらのお部屋はカジュアルツインルームになっています。今回も素泊まりで泊まりました。ベッドが2つになった以外は特に違いはなかったかなと思います。こちらちょっと酔って撮影してるのですごく映り込んでしまってますね。18時頃夕食をいただきました。今回はケンタッキーを宅配してもらいました。この紙ナプキン見えますか？ちょっと見えづらいかも。カーネル・サンダースが描かれています。この私は和風チキンカツバーガーが好きです。なんかね、配信してる時にリスナーさんがこれ美味しいよって言ってくれてめっちゃハマった。あとオリジナルチキン2つとビスケットです。ビスケットってこんなちっちゃい？私手でかいけどさ、にしてもじゃないめっちゃちっちゃいんだが、そういうセットだったのかちっちゃくなったのか。20時頃就寝準備をしていきたいと思います。お風呂を溜めて入っていきます。こちら友人にハワイ土産でもらったボディーソープです。甘くていい匂いがするのでとってもお気に入りです。こちらですね、ちょっとパジャマ撮影し忘れて朝になってしまってるんですけれども、あと部屋狭すぎてベッドの上なんですが、パジャマは浴衣タイプになっています。私身長167センチなんですけれども、丈感としてはふくらはぎの真ん中くらいの長さになっていました。おはようございます。2日目の朝です。9時頃館内巡りをしました。4階に人工温泉の大浴場があります。広いんですけれども、海外観光客の方がたくさんって感じで、私はちょっと苦手でした。そしてお風呂と同じ4階にプールがあります。冬に訪れたので入れませんでしたが、プールサイドには冬も行くことができます。思っていたより開放的で入りたくなるプールでした。これ小学校の体育ぶりに見ました。目洗うやつ懐かしい。シャワーも完備されてます。プールからの景色です。更衣室は大浴場とつながっていてとても便利そうですね。キリンレモンって書いてある。提供なのかな。こちらのプールサイド禁煙で、お酒もプールサイドで飲むの NG だそうです。他にも同じフロアにランドリールームもあります。洗濯機と乾燥機は別々のタイプでした。生姜機もあるのはめっちゃ便利ですね。服全部洗って帰りたい派なので洗って帰ろうと思います。プール入れる時期は水着も洗えていいなと思いました。キッズスペースもあります。フィットネスジムもあります。6時から26時まで宿泊者専用で無料で使えます。ファミリーマートがなんと4階に2カ所あります。どっちも結構品揃え豊富。こちらのファミマにはイートインスペースがあります。こちらのファミマにはクレーンゲームがたくさんあります。ビール上層レストランだって。朝刊はこちらからもらえます。11時チェックアウトです。チェックアウトはこの箱にルームキーを入れるだけです。部屋はとても狭いですが、いろいろと工夫はされているなと思います。今回紹介した部屋はベッドの数が変わるくらいの変化で、景色はありなししか選べないので、予算や人数でお部屋は選ぶのがいいかなと思います。このチャンネルではアラサー OL がいろいろなホテルの滞在記を配信しています。よかったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。最後までご視聴くださりありがとうございました。